今日から夏休みなのだ。たまには数学のことを忘れて南国にバカンスに行くのだ。それはいいわね。私も連れてってよ。メタン、どうして君がここに？うわ、これは。問題が現れてしまったわ。メタン、君と一緒にいるとなぜかいつも。ひどいわ。私を疑うの？ごめん、勝手に疑うのは良くないことなのだ。もう、次から気をつけてね。それで、この問題だけど。x×y イコール x プラス y と書いてあるけど、一体どういうことだろう？っていうかこれって掛け算なのかな？掛け算の記号に似てはいるけど。掛け算らしきものと足し算が、なぜか統合で結ばれている。これは厄介な問題が来たわね。まあ一歩ずつ考えていきましょう。掛け算が足し算になるものといえば、指数関数と指数法則が思い浮かぶわね。例えば、e の x 乗と e の y 乗をかけると、答えは e の x プラス y 乗になる。つまり歴上の積は、指数の和に対応するわ。掛け算の結果に足し算が出てきている。さっきの問題と関係がありそうなのだ。また指数関数の逆関数である対数関数も似た性質を受け継いでいる。積の対数は対数の和に分解されるわね。この考え方をもう少し発展させて、t を定とする対数関数を lt イコール log_t で表すことにしましょう。これは正の実数の集合から実数全体の集合への関数となっているわ。関数 lt は x を log_tx に移す。また対数関数と指数関数は逆関数の関係にあるので、lt インバースは x を t の x 乗に移す。ふむふむ、なるほど。では今からこの対応を使って、左の世界の掛け算を右の世界に持っていきましょう。どういうこと？まず、lt インバースを使って、x と y を左の世界に持ってくる。するとそれぞれ t の x 乗、t の y 乗となるわね。これらを対象に左の世界で掛け算を実行してから、その結果を lt を使って右の世界に戻す。この値を x×y と表記することにしましょう。へえ、面白いことを考えるね。これは確かに関数 lt を通して左の世界の掛け算を右の世界に持ってきた気がするのだ。分かってくれたみたいね。それじゃあこれを数式を使って表すとどうなるかな？まずは lt インバースを使って x と y を左の世界に持ってくるんだったね。そして掛け算を実行する。その結果を lt を使って右の世界に戻す。この値を x×y と表記するのだった。ここの計算を進めると lt インバースは x を t の x 乗に移して y を t の y 乗に移す。lt は log_t のことだったね。ここで指数法則を使うとこのようになるのだ。したがって x×y の値は x プラス y となる。途中の計算ではいろいろしてるけど、計算結果はとてもシンプルになったわね。これは対数関数によって掛け算が足し算になったと考えられる。掛け算が足し算になった。それじゃあ足し算は一体何になるんだろう？気になるわね。では足し算も同じように考えてみましょう。なんでここに t を書いてるの？さっきと違って結果が t に依存する気がするのよね。まあとりあえずやってみましょう。x と y を lt インバースで持ってきてから2つを足して、結果を lt で元の世界に戻せばいい。つまりこれを計算すればいいことになる。あれ？この式は一体何だろう？なんか足し算でも掛け算でもないよくわからない結果になってしまったのだ。これ以上は式を簡単にできないのかな？ちょっと正攻法だと難しいわね。でもここで t を無限大に飛ばすと、結果は maxxy となる。そうなの？なぜなのだ？まず直感的に説明すると、x と y が等しくないと仮定した場合、t を大きくしていけば t の x 乗と t の y 乗の差はどんどん開いていく。x が y より大きいと仮定すれば t の y 乗は無視できるわね。すると結果は x、つまり x と y のうち大きい方が答えとなる。まあ確かに。でも本当にそうなのかな？もう少し厳密に説明すると、m を x と y のうち大きい方としましょう。m は x と y のどちらかなので、t の m 乗より t の x 乗プラス t の y 乗の方が大きい。また、x と y は m を超えないので、t の x 乗プラス t の y 乗は 2tm 乗を超えないことがわかるわ。まあここまでは良さそうなのだ。
ここで t を定とし、各辺の対数を取りましょう。すると、左の式は m となり、真ん中の式はさっきの x プラス y に一致していて、右の式はまずこの部分が log_t に、そして残りの部分が m となる。したがって t を無限大に飛ばすと、log_t には0に近づくので、挟み撃ちの原理から極電値は m、つまり maxxy となるわ。この値を単に x プラス y と書くことにしましょう。おお、なるほど。なんとなく分かったような気がするかもしれないのだ。本当かな？ところで t は対数の定だったので、t を無限に飛ばすとは無限にズームアウトすることだと考えられるわ。一体何が起こっているのだ？なんか足し算と掛け算の不思議な世界を見ちゃった気がするのだ。まあとにかくこれで問題は解決。僕の夏休みはこれから始まるのだ。ちょっと待って、何かあるわ。なんだって？あれ？これは一体？どうやらこの2つの演算をベースとした数学の分野として、トロピカル幾何学というものがあるみたいね。トロピカル幾何学？変わった名前だね。ちょっと待ってね。なるほど。ブラジルのコンピューター科学者であるイムレシモン氏の功績を称えて、トロピカル幾何学という名前が付けられたらしいわね。今、どうやって調べたの？せっかくだからこの世界をもう少し探検していきましょうか。僕の夏休みが。きっといい思い出になるわ。そうかな？ちなみにトロピカル幾何学の足し算は、マックスの代わりにミニマムを使って定義されることもあるけど、それらは表と裏の関係にあり、本質的な違いはないわ。なんでそんなこと知ってるの？またこれらの足し算と掛け算の記号は、他の分野では違う意味で使われることもあるから注意してね。了解なのだ。まずは通常の計算における法則がトロピカルではどうなるか調べてみましょう。ずんだもん、この式を計算してみて。x と y と z を足しているようだけど、足す順番のカップによって指定されてるね。トロピカルの足し算では最大値を取ればよかったから、まず x と y を足すとこのようになる。さらにその結果を z と足すということは、z との最大値を取れば良さそうなのだ。x と y の最大値を取って、さらに z との最大値を取るということは、xyz の最大値を取るってことだよね。それで良さそうね。もしもっと厳密に考えるとすれば、x と y の大小関係で場合分けする必要がありそうだけど、まあ今回はそこまでしなくていいかな。しなくていいのだ。ところでこれって逆向きに式変形すると、先に y と z の最大値を取ってもいいことになる。トロピカルの足し算で書けばこういう風に表せるのだ。その通りね。今ずんだもんが示してくれた等式は通常の足し算でも同じように成り立つ。これはつまりどこから先に足しても結果は変わらないということで、いわゆる加法の結合法則がトロピカルの世界でも成り立つということね。トロピカルの足し算は通常の足し算をもとに定義されているから、その性質を受け継いでいる。なんか面白いのだ。次にこの式を計算してみて。今度は掛け算と足し算を両方使っているわ。まず足し算は最大値を表していて、掛け算は通常の足し算を表しているんだったね。ところで y と z の最大値を取ってから x を足すということは、 y と z にそれぞれ x を足してから最大値を取っても同じことだよね。それは面白い考え方ね。ここも厳密には大小関係で場合分けすると良さそうだけど、今回はそこまでしなくていいのだ。さて、この結果をトロピカル風に書き直すとこのようになる。なるほど、これは興味深いわね。この計算結果についてもやっぱり通常の足し算と掛け算で同じことが成り立つ。この計算の法則は分配法則と言われているものだったわね。つまりトロピカルの計算は通常の計算と全く同じように進められるのだ。本当にそうかな？なんだって？例えば通常の計算では x と x を足すと 2x となる。一方トロピカルの計算で x と x を足すと、これは x と x の最大値だから結果は x となる。 x に x を足しても x のままなのか。なんか不思議な感覚だね。もう一つ例を挙げましょう。通常の足し算では負の数も含めて考えれば、どんな a0 と a1 に対しても a0 に加えると a1 となるような x が必ず一つ存在する。でもトロピカルの足し算において a0 に x を加えるとは a0 と x の最大値を取るということであり、これは常に
A0 以上となる。つまり A0 にどんな値を足してもその結果は A0 より小さくはならないわ。通常の足し算では X の値を変えれば結果を大きくも小さくもできるけど、トロピカルの足し算では後戻りができないんだね。言い換えればトロピカルでは引き算ができないということでもある。トロピカルの計算は通常の計算と同じ性質もあるし、違う性質もあるわ。気を引き締めていきましょう。承知したのだ。ところで通常の足し算と掛け算ではある特別な値があったわね。まずかけても変わらない数って何だったかな。かけても変わらない数は1だね。X に1をかけても結果は X のままなのだ。まあさすがにわかるわよね。それじゃあトロピカルの世界でかけても変わらない数は何かな。それはもちろん1。いや待てよ、トロピカルの掛け算は足し算のことだったから、足しても変わらない数、つまり0が答えになるのかな。大正解。危なかったのだ。となると次に気になるのは、足しても変わらない数、つまり0はトロピカルの世界だと何になるんだろう。トロピカルの足し算はマックスのことだったから、最大値を取っても変わらない数、そんなものあるのかな。これはちょっとずるいと思うかもしれないけど、答えはマイナス無限よ。なんで無限が出てくるの？いやでも確かにマイナス無限より小さい数はないから、マイナス無限との最大値を取っても値は変わらない。なんか無限を一つの数のように扱っていいのかなって気はするけどね。ちなみにマックスの代わりにミニマムを使う方のトロピカル幾何学ではプラス無限を足しても結果が変わらないことになるわ。ちょっとよくわからなくなってきたのだ。まあ確かに何をしてるのかわからなくなるのも無理はないわね。ここでちょっと基本に戻って考えてみましょう。これは t を無限に飛ばす前の図ではあるけど、直感的に言えばトロピカルの世界における x とは元の世界における t の x 乗の x に対応する。ここから考えを進めると、トロピカルの数とは多項式の次数のようなものと解釈できるわ。へえ、そうなんだ。でも今はトロピカルの世界で実数を扱ってるけど、次数というと普通は整数に限って使う用語のような気がするのだ。確かにそうね。まあこれはあくまで直感的な理解と考えてもらえればと思うわ。とりあえず具体例を見てみましょう。ここでは t に関する二次式と一次式を足すと結果は二次式となっている。これをトロピカルの計算で表せば、二次式と一次式を足すと結果は二次式となるということになるわね。2と1の最大値は2だから、まあ確かにこうなってるね。そっか、トロピカルの足し算って次数の足し算だったのか。あくまで直感的にはだけどね。細かいことを言えば最高時の項が互いに打ち消し合うとまずいんだけど、そういうケースはここでは考えないでおきましょう。次は掛け算について考えるわね。t に関する二次式と一次式をかけると結果は三次式となる。ふむふむ、なるほど。これをトロピカルの計算で表せば、二次式と一次式をかけると結果は三次式となるのだ。通常の意味で2と1を足すと3だから、これはトロピカルの掛け算になっているね。いい感じね。あともう一つ、さっき確認した特別な値を思い出してほしいんだけど、通常の計算において x に1をかけても結果は x のままだった。そしてトロピカルの世界では0が同じ役割を果たしていたわね。ここで1イコール t の0乗と考えると、次数として0が出てくることが自然に思えないかな。確かにそういうことだったんだね。また通常の計算において x に0を足しても結果は x のままだった。そしてトロピカルの世界ではマイナス無限が同じ役割を果たしていたけど、ここで0イコール t のマイナス無限乗と考えると、次数としてマイナス無限が出てくることが自然に思えてくるわね。まあそういうことならマイナス無限が出てきても仕方ない気がするのだ。ところで幾何学というと図形を扱うイメージがあるけど、トロピカル幾何学なのにまだ図形が出ていないような気が。言われてみればそうね。それじゃあちょっとだけ幾何学らしいことをしてみましょう。 fxy というトロピカル多項式を考える。これはトロピカルの世界で x と y と0を足したもので、それらの最大値を取るものとなっているわ。この部分を足し算と考えれば、これは二変数で一次の多項式と言えるわね。この多項式を図で表せるかな。図で表すというと二変数だから、とりあえず xy 平面で考えることにするのだ。
原点から左下のところでは x も y もマイナスになるから、3つの中で0が一番大きくなる。つまり fxy は0という値を取るね。それ以外の部分では x と y の少なくとも一方は正だから、 fxy は x と y のうち大きい方の値を取る。つまり y=x の半直線を引いて、これより右下では x、左上では y という値を取るのだ。よくできました。fxy は xy 平面上でこのような値を取り、原点から伸びる3つの半直線上でマックスが切り替わっていることがわかるわね。この青い境界の部分を fxy の定めるトロピカル直線と考えることにしましょう。fxy は x と y に関して一次式なので、トロピカル直線と呼ぶことは自然に感じられるわね。ちょっと待ってほしいのだ。3本の半直線をまとめて1本のトロピカル直線と呼ぶのも不思議だけど、それよりも不思議なのは、なんで境界の部分を多項式の定める直線と考えるの？例えば通常の2変数一致多項式 fxy=x プラス y-1 が定める直線として、 fxy が0となる点 xy 全体、つまり x プラス y-1=0 を満たす点の集まりを考えるならまだ話はわかるのだ。この場合は確かに直線になっているね。でもトロピカル多項式の場合は、なんで多項式が0になるところじゃなくて境界の部分に注目するの？素晴らしい質問ね。ただこれは厳密に議論すると難しい問題なので、今からお話しする内容は直感的な説明であることをご了承くださいね。ではトロピカル多項式において境界に注目する理由を説明しましょう。さっき考えた fxy というトロピカル多項式に対応するように t に関する多項式 ft を考える。係数はとりあえず空白にしておくわね。ft の次数は t の指数の中で最も大きいものだから fxy の値と一致しているわ。まあ x と y は実数なので多項式の次数という表現はあまり正確ではないけどね。そう考えるんだね。ここで t のべき乗は常に正だけど、符号も一緒に動かせば0以外の値は自由に取れるわ。さて t を大きくしていくと次数の大きい項の影響が強くなり支配的になる。 fxy の代わりに ft が0になるという条件を考えると、この部分は0以外の自由な値を取れるとは言っても、少なくとも支配的な項が打ち消し合う必要が出てくるので、2つ以上の項の次数が同時にほぼ等しく最大となっているはず。これはマックス内の2つ以上の項が同時に最大になるという条件に対応し、この図の青い境界の部分を表していると考えられないかしら。そうなのかな。以上がトロピカル多項式 fxy の定めるトロピカル直線を図の青い境界の部分であると考える理由のざっくりな説明ね。へえ、なるほど。分かったようでわからないのだ。この辺りは難しいよね。今日はトロピカル幾何学というちょっと変わった世界に触れてみたけど、どうだったかしら。トロピカル幾何学は非常に奥が深く、古典的な幾何学とは別の視点を与えてくれるものだと言えるね。本当に分かったのかな。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。